桃色鉄道。夜の京都駅。いつもなら今日も一日お疲れ様って人が多い時間。でも今夜の私はこれからが一日の始まりです。だってこれから乗るのは夜を走る特別な列車、ウエストエクスプレス銀河。今回は私を含めた5人旅。車内で食べるご飯やおやつをみんなで買い出し中。私は飲めないのですがビールもたくさん買い込んでました。なんだか修学旅行に行くみたいな気分でワクワクします。京都駅の一番西にある行き止まり式のホームが並ぶエリア。ここは関空へ行く春日号と嵯峨野線の電車が発着するホームですが、銀河はこの31番線から発車します。1週間前にも私はここにいたような気がするのですが、多分気のせいでしょう。20時52分、ついに銀河が入ってきました。この深いブルー、めちゃめちゃかっこいいですよね。ウエストエクスプレス銀河は西日本の星々を結ぶように走る夜行列車。地域と人を光の線でつなぐ、そんな思いが込められています。外装のルリコンの色は海や夜空をイメージしているんですって。側面に伸びる白いラインは旅の距離を象徴しているそうです。いろんな形で旅を楽しみたい、そんな人々の多様なニーズに応えるように、銀河にはいろんなタイプの座席が用意されています。女性の一人旅でも安心して利用してもらえるように、2号車には女性専用席、女性専用トイレ、更衣室まで用意されています。この電車はもともとは117系の通勤電車を改造して作られました。ほんまかいなって思うほど大胆に手を加えられて、落ち着いた照明や木目調の車内となり、特別感を十分に感じられる仕上がりとなっています。ヘレナ桃色鉄道。21時15分、銀河は静かに京都駅を発車。これから12時間かけて南へ、和歌山を経て紀伊半島の先新宮まで夜を通して走ります。お待たせいたしました。遠くへ行きたいを叶える列車、ウエストエクスプレス銀河へようこそ。皆様のご乗車を乗務員一同お待ちしておりました。この先列車と共に向かう旅路をご案内いたします。次は新大阪です。22時10分に着きます。大阪22時17分、和歌山23時42分。和歌山到着の出発まで1時間程度停車いたします。和歌山を出ますと串本9時、失礼いたしました、串本6時50分。串本でも出発まで1時間ほど停車いたします。
串本を出ますと、小田8時9分、大寺8時46分、紀伊勝浦9時5分、終点の新宮には9時35分に着きます。列車は千年の都、京都を出発し、本州最南端の大紀勝浦温泉、そして熊野三山の一つ、熊野早玉大社が鎮座する新宮への旅が始まりました。距離にして約315キロ。かつて熊野方面への参拝者が歩いていた熊野街道をたどる12時間20分の旅でございます。車窓から流れる街の明かりや深夜早朝の駅の雰囲気、そして夜行列車特有のゆったりとした時間をどうぞ楽しみくださいませ。私たちは3号車のリクライニング席を取ってるんですが、実際は一度も自分の席に座らずに終点まで行った人もいます代わりに見つけたのがこちら、3号車のフリースペース明星。この場所が私たちの本拠地となってしまいました。私も自分の席にいる時間よりもここにいた時間の方が長いです。京都を出て早速なんですが、ウエストエクスプレス銀河向こう町でまさかの新快速に抜かれます。あちらは家路を急ぐ人たちを乗せて走る電車、こっちはのんびりゆっくり長い夜を楽しむ列車。どうぞどうぞと、この先私の地元茨城駅でも道を譲ります。ということで今日の旅のメンバーはこちらです。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、楽しい旅にしていきましょう。では自己紹介をお願いします。はい、ゲストです。最後に乗った最後の夜行列車は何ですか？ヨーロッパですね。はい。バルセロナからミラノまで今の夢で乗りました。すごい外国ですね。ですね。すごい。はい、日本で1回しか乗ったことありません。そうなんです。なるほど、わかりました。ありがとうございます。今日お願いします。はい、こちらこそお願いします。はい、では次はお願いします。それでは天野鉄道好きです。はい、こんばんは。よろしくお願いします。じゃあ最後の夜行列車は何ですか？最後に乗った夜行列車は実は去年の銀河です。常連です。常連になってしまいました。はい、ありがとうございます。はい、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、こんにちは。5番鬼です。今日はありがとうございます。最後に乗った夜行列車と全くね、記憶がないんだけど、だいぶ前。多分ね、大山か銀河どっちか。大山か銀河どっちか。そうですね。はい。わかりました。またお願いしお願います。します。ありがとうございます。それではなんかキティさんがおっしゃってます。猫前屋です。はい、猫前屋さんです。最後に乗ったのはサンライズですね。サンライズですね。わあ、さすが。ちなみにどの区間ですか？で大阪、東京。大阪、東京、さすが。はい、ということでね、今日はよろしくお願いします。今回は関西の鉄道と鉄道模型好きメンバーが勢ぞろい。これはもう静かな容疑者の旅にはならない予感。見た目よ、こちらも。それでは楽しい旅を。楽しみましょう。居酒屋銀河。乾杯。
22時10分、新大阪に到着。通勤電車を待つ人のいるホームに見慣れないこの銀河が来たので、みんなスマホで撮影。こういう珍しい列車ってやっぱり注目されるし、その車内にいるってのはちょっと優越感があって気分がいいですよね。皆さん盛り上がってますか？盛り上がってます。今携帯見てた。今新大阪。新大阪。はい。22時17分、大阪駅梅北地下ホームに停車。梅北ではてっきり近未来的な可動式のスクリーンホームドアがある21番ホームかと思ったら、お隣の22番線ホームに停車。21番線には明かりを落とした221系が留置されていて、普段はこの時間にこのホームに来る機会はめったにないので初めて知りました。大阪を出て環状線に合流すると、車掌さんが検察に来られました。普段の特急ならただの切符の確認だけなんですが、銀河ではここからちょっと特別な体験が始まります。ありがとうございます。お客様自身でハンコを押してみますか？いいですか？はい、もしよろしければ。皆様押していただけますので。そう、乗車記念スタンプを自分で押させてくれるんです。一人一人が自分の切符に銀河のハンコをポンと押す。みんなで押しては笑って写真撮って、旅の思い出となるようにと、銀河ではこんな心遣いもたくさん感じられました。全然映らへん。これは食えんよ。まあまあ。ちなみに今回乗務されていた車掌さん、若いのにとても気さくな方で、私たちがたむろしている明星を通るたびに話しかけてくださって、記念写真にも気軽に応じてくださいました。今晩は和歌山を越えて、さらにその先、未明の運転停車となる紀伊田辺までの乗務なのだそうです。お疲れ様です。天王寺駅ではドアを開けずに運転停車。ここから先は阪和線へと進路を変えます。23時42分、和歌山に到着。ここでなんと0時半までの長時間停車。実はこの停車中、夜食の和歌山ラーメンをいただくことができるんです。和歌山到着後に銀河からぞろぞろと乗客が降りてきます。私たちもアドバン鬼さんにお留守番をお願いして、終電が発車を待つ深夜の和歌山駅へ。この時間に和歌山にいることなんてまずないから、なんだか新鮮ですね。
ンを提供してくださるのは麺屋ひしおさん。駅から徒歩3分くらいの場所にあり、お店が銀河のお客様専用で延長営業してくれて、受け取りはテイクアウトです。今回はメンバーの方がプレミアムセットを予約してくれていて、和歌山ラーメンにサバ寿司とゆで卵を合わせたスタイル。セットは事前予約制だから、気になる人は乗車前にチェックしておいてくださいね。終電が発車して日付が変わったこの深夜にもかかわらず、店主の方でしょうか、それと若い女性の方2人で押し寄せる銀河のお客様に丁寧にご対応いただき、本当にありがとうございました。ラーメンの入ったビニール袋をぶら下げて続々と駅へ戻ってくる姿は、多分もうすっかり夜の和歌山駅名物になってるのかもしれません。美味しいっす。キティさんに食べられてます。食べられた。キティさんに食べられてます。どうですか、お味は。美味しいです。美味しい。いいな。何味に。やっぱり豚骨醤油。この時間のラーメンなんて普段ならちょっと遠慮してしまうところですが、なんといっても豚骨醤油の王道和歌山ラーメン。漂う香りがふわっと広がって、もう幸せ。細麺にスープが絡んで体の芯まで温まる。深夜の列車でいただくこの一杯、この非日常感、夜行の旅ならではです。0時30分、和歌山を発車。車内にはお休み放送が流れて、照明も落とされます。いよいよ夜行列車という感じになってきました。車内をちょっと歩いてみます。眠っている方も多いので、足音を立てないように気をつけながら。4号車のフリースペース郵政だけは、まるで別世界、高校と明かりがついて、オールナイト銀河を楽しむ人たちが思い思いに夜更かしタイムを満喫中です。この現行された薄暗い車内の雰囲気、懐かしいですね。一番前の運転室のすぐ後ろにもフリースペース、水星があって、小さなベンチのようなくつろぎスペースから全面展望を見ることができるんです。暗闇を切り裂くようにライトが線路を照らしていく。その光を追っているだけで、なんだか吸い込まれていくような不思議な感覚になります。深夜1時を回った頃、エストーさんが仮眠を取るために離脱。私たちの本拠地となった明星では、まだまだ夜の語らいが続いています。さすがに疲れが出てきて、私もちょっと休もうかなと思い、洗面台へ行って歯磨きをしてから、ようやく自分の席に戻ることにしました。窓の外には和歌山の街の明かりが流れていきます。そのリズムに合わせるように MT54 のモーター音が響く。それがまるで子守歌みたいで、私はその音に包まれながらゆっくりと目を閉じました。うとうと眠って、また目が覚めて、体勢を変えて、また眠って、そうそう、これぞ夜行列車で迎える朝までの長い夜。昔ムーンライトながらで旅をした時も、こんな風に寝たのか寝てないのかはわからないまま夜が明けてたなーって、そんなことを思い出してました。ヘレナ桃
鉄道。時刻は朝の5時前。窓の外が少しずつ白み始めてきました。もう寝るのは諦めて、ちょっと早いですが朝の支度をしようと思います。さて、ここで女子の永遠の課題、夜行列車でメイクをどうするか問題。寝るときはメイクを落とすのが基本ですが、今回は夜の9時に集合乗車なので、出かける前にしっかり保湿してからメイク。車内ではメイクは落とさずに保湿スプレーでケアして、朝はそのままお直しで対応する作戦としました。こういうのをどうしてるのか、他の女性の方にも聞いてみたいですよね。4号車には女性専用更衣室があって、大きな鏡に香水やハンドクリームまで用意されていて、こういう細やかな心配りが嬉しいですよね。T田辺で運転停車。隣のホームには始発を待つ223系が車内灯を灯して点検中。こうしてまだ動いていない始発前の駅や電車が見れるのも夜行列車の醍醐味。昨夜からずっと話しかけてくださった車掌さんもここで乗務終了。ありがとうございました。5時半を過ぎてどんどん空が明るくなってきます。まさに夜行列車で迎える朝。この感覚久しぶりだなぁと思い、なんだか嬉しくなってきます。6時50分、串本に到着。ここでも約1時間の停車があります。希望者はバスで観光地橋杭岩へ連れて行ってもらえるのですが、私たちはコンビニに行きたかったのもあるし、駅でゆっくり過ごすことにしました。5分の乗車に対して片道500円のバス代がちょっと高いかなと思ったのもあります。あれでしょ、やっぱここややったらもうね、飛来物は当たり前ですよ。台風のニュースになったら潮の岬でから中継してます。もうすぐそこしかない。
駅前には本州最南端の駅の記念碑があるんですが、これがうちの家のお墓にそっくりで、ちょっと笑っちゃいました。パス組が戻ってきた頃、予約していた人には朝食のお弁当が配られました。海と大地と空の町、串本の恵みです。小座川ジビエや梅マダイ、熊の牛、マグロカツなど、地元の海の幸、山の幸がぎっしり。朝から贅沢すぎるお弁当にみんなの顔がほころびます。ごちそうさまでした。実はこの串本駅、私にとってはちょっとトラウマのある場所なんです。あれは2008年の真夏のある日、私は18切符で紀伊半島をぐるっと回っていました。紀伊田辺から105系電車に乗ってここ串本まで来たんですが、本来なら10分ほどで接続するはずの特急が一向に来ないんです。しばらくして運転手さんから放送があって、阪和線の事故で特急が遅れているので当面発車できませんとのこと。まあそれは仕方ないんですけど、でも問題はこの105系電車、東京で使い倒された後に改造されて関西にやってきた、当時でも古さを感じさせる電車でした。冷房はとりあえずつけましたレベルのやつで、ドアは全部開きっぱなし。当然冷気なんて外に逃げていく一方で、もう外も中も同じ気温みたいな車内でした。結局1時間以上汗だくになりながら特急を待ったあの時間、それ以来私は105系だけはもういいかなって感じで夏に和歌山線や桜井線に乗るのさえも避けるようになってしまいました。早く引退してくれたらいいのになとさえ思ってた105系は、その後も大切に使われ続けて、なんと平成の終わりまで生き残ったんですよね。あれはあれで敵ながらあっぱれです。8時ちょうど串本を出発。バス組が行った橋杭岩は実は列車からも見えます。古の都に汽笛が一つ、旅を見守る銀河の名前、窓に映るのはときめく顔と街の明かりが夜を越えて、健康ライトの優しい闇で、眠いねなんて笑いあったね。いつの時代も夢を乗せて夜行列車は朝を運ぶ。南へ銀河は走る、星を連れて夢を運んで、伝統の名前が導く夜に、私たちの想い刻まれてゆく。おしゃべり声がロビーに響く、眠る眠らないみんなの顔、オレンジランプに影が揺れて夜行。コザ、大地と停車していくうちに降りる人の姿もちらほら。だんだん静かになっていく車内に
旅の終わりが近いという寂しさが漂います。9時5分、最後の停車駅紀伊勝浦銀河の到着に合わせて地元の方が手を振って出迎えてくださいました。こういうおもてなし、本当に心が温かくなりますよね。ここはダブルキティで私たちもお返ししないとね。街へ向かう列車の中で紡いだ朝をみんなと一緒に分け合いたい。南へ銀河は走る星を連れて夢を運んで伝統の名前が導く夜に私たちの想い刻まれてく。エレナ桃色鉄道。皆様、ウエストエクスプレス銀河にご乗車いただきありがとうございました。まもなく新宮終点新宮に到着いたします。到着の際、電車が左右に揺れますのでお気をつけください。新宮駅では熊野早玉大社ガイドツアーを実施しております。新宮市観光協会登録ガイドが新宮駅を出発して熊野早玉大社をご案内いたします。片道約1キロの道中でも熊野新宮の歴史文化について解説がございます。予約不要で1人500円で当日参加可能です。参加希望のお客様は駅コンコースで観光協会スタッフへお声掛けください。ご乗車ありがとうございました。新宮に到着です。お出口は右側一番乗り場に着きます。あらかじめお手元に切符をご用意の上、改札口をお通りの際、駅係員にお出しください。ウエストエクスプレス銀河にご乗車いただきましてありがとうございました。皆様のまたのご利用お待ちしております。そして9時35分、昨晩京都を出てから12時間、銀河は終点新宮に到着しました。一晩中お世話になった3号車明星ともお別れです。木の椅子がちょっと硬いけど、次に乗るときはクッションでも持ってこようかな。新宮でも地元の方々が横断幕や旗を振ってお迎えしてくれました。旅の最後に温かい歓迎と笑顔に迎えられて、銀河の旅は本当に大満足でした。私にとって2018年のサンライズ以来、そして座席で過ごす夜行としては多分2010年のハマナス以来の夜行列車でした。正直もう年齢的にも体力的にも夜行はちょっとしんどいかなーって思ってたんですけど、まだまだいけるみたいです。こうしてグループで一緒に笑って夜を越えて朝を迎えることができたんですから、きっとこの先もこういう旅ができるうちは、私はまた夜行列車に乗りたいなーって思いました。今回の旅は特別なご招待で参加させていただきました。チケットを取ってくださった方、そしてこんな素敵な旅に誘ってくださり、本当にありがとうございました。
そのお礼の気持ちも込めてこうして映像にまとめました。みんなの思い出と一緒にいつまでも見てもらえるように普段よりも丁寧に編集をしました10分ほどの停車を経て銀河はゆっくりと引き上げ線へ。一日しっかり休んで明日は京都へ向けて明るい時間帯に走る上り銀河としてまた新しい旅を運んでいくんでしょうね。The night unwinds, our spirits rise. The southern sea now calls the skies. さて、私たちの旅はここから紀伊半島をぐるりと回ってまだまだ続きます。この後向かうのは JR 東海の秘境路線の一つ名松線です。なかなか乗る機会のないあの山奥へ行くローカル線が私たちを待っています。その様子はまた別の動画でお届けしますので、どうぞ楽しみに待っててくださいね。ご視聴ありがとうございました。Carrying dreams beneath the stars, a name of pride that lights the night and carves our hope on rails of fire. We reach the end with sleepy eyes and messy hair beneath the skies. From painted blue we step outside. A brand new journey starts this ride.